カルティエです。そしてカルティエです。2つだと？皆さんこんにちは。ウォッチ情熱応援団団長です。さあ今日はカルティエの開封をやっていきたいと思うのですが、ご覧の通り2つありまして、袋が、もちろん中身も2つあるんですよ。どちらもハチさんが購入されましたよということなんですけれども、2ついっぺんに見ていくのもあれなんで、とりあえず今日はこっちだけ見ていきたいと思います。でまた明日ですね、こっちも見ていきたいと思いますので、2日連続開封動画お楽しみいただければと思います。さあハチさん一体何を購入されたのか楽しみですね。本日もぜひ最後までゆっくりと楽しんでいってください。行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。では見ていきたいと思います。袋の中身出していきましょう。まずこれが時計の携帯ケースですね。中に時計を巻くためのピローも入っておりますという付属品が一つ。あとは時計の箱です。出していきます。はい、こちらちょっと手袋をしてきたので、この先も開けていきたいと思います。薄い包み紙をまずは外していきます。はい、こちらカルティエの箱が、この中に箱、箱という意味ではこの中に入ってるんですけど、その手前の包み紙ですね。このようにロー付けがされております。でこのロー付けなんですけど、実は限られた店舗でしか行われていなくてですね、これガチローなんですよ。シールとかじゃないんですよね。だいたいこういう包み紙ってシールじゃないですか。シールで留めてあると思うんですけど、これ両方こんな感じでローで留めてあります。これ本当にローをですね、加熱して溶かして、ここにポタポタと垂らして、でそこにこのカルティエの印をポンと押すわけですよ。なので火器を使える店舗限定で行われるおもてなしということですね。専門店さんとか百貨店さんとかだと火器が使えないケースが多いので、ブティックなど限定の店舗でのみ行われるものです。でこのロー付けから取っていいと許可いただいておりますので、外していきたいと思います。これちょっとさすがに手袋してると無理なんで、素手でいかせていただきますね。はい、外れました。ではこれで開けていきたいと思います。あとこれ紙もですね、折り模様がついてるんですけど、結構しっかりした分厚い紙で、これなんかこう上にかぶせてあるわけじゃなくて、1枚の紙をですね、このように折って仕上げてるということで、きっとこういう包みもできる方限られてるんでしょうね。箱を開くまでで感動がまずありますよね。時計の箱出てまいりました。でさっきお伝えしたその紙の部分、こういう感じで1枚の紙を折って作ってあります。もちろん反対側もですね。反対側はローを外しませんけれども、こんな感じですごい丁寧に包まれてますよね。では箱が出てきましたので、こちらをですね、外箱の方も開けさせていただきたいと思います。でこの中にもう一つ箱がありまして、そこに時計が入ってます。はい、こちら、この中に時計が入ってます。取り出していきましょう。はい、こちらです。ジュエリーボックスのような赤い箱に入っております。でこれを外してボタンを押すと箱が開くという仕組みです。では箱の中に拝見していきましょう。さあそれでは開けていきたいと思います。ハチさん一体何を購入されたのか楽しみですね。では参ります。いざオープン。はい、来た。おー、いいな。サントス・デュモンの
オブシディアンダイヤルです。今年の新作ですね。ちょっと箱の中に入っているとオブシディアンダイヤルの美しさが伝わらないので、早速出していきましょう。こちらです。おー、いいですね。表情すごい綺麗じゃないですか。これオブシディアン、火山岩の一種です。天然の火山岩オブシディアンを丁寧に磨き上げてこのような文字盤にしています。いや、ケースもブレスレットもめちゃくちゃ綺麗なんですよ。これすごい。おお、やっぱあと薄いですね。薄さもすごい。ムーブメントは手巻きです。秒針のない二進設計ですね。めちゃくちゃかっこいいな。そして反射すごいな。これめちゃくちゃ綺麗だな。ケースもブレスレットもゴールド製ですけど、文字盤がこんな感じなのでかなり落ち着いた大人な雰囲気です。もうほんとこれブレスレットジュエリーですよね。この感じすごい綺麗。では画角を変えましてディテールまで拝見していきたいと思います。ではまずは文字盤から見ていきたいと思います。こちら文字盤素晴らしいですね。なんかこう一見和紙のようにも見えるんですけど、先ほどもお伝えした通り天然の石です。オブシディアンという火山岩の一種が使われております。オブシディアンというと黒いイメージをお持ちの方が多いかと思うんですけど、実際にはこのようにですね、黒一色ではなくていろんな色が混じり合っていることがお分かりいただけると思います。故に光の当て方を変えると表情も変わります。本当にわずかに光の角度を変えるだけで結構こんな感じで色が変わって見えるんですよね。素晴らしい。インデックスはローマ数字、真ん中には2本の針がセッティングされておりまして、12時のインデックスと針の中心との間、カルティエのロゴもあります。文字盤外周部分には線路のようなメモリがぐるっと文字盤を一周しています。ミニッツトラックとかミニッツレールっていう言い方をします。本当にこれ文字盤だけで見応えあるのでずっと見てられる系ですね。この表情の変化楽しい。続いて外装デザインも見ていきます。ケースはイエローゴールド製、リューズ先端には青い石がセッティングされております。こちらはカボションカットのサファイアです。ご覧の通りケースめちゃくちゃ薄いですよね。こちら厚み 7.3mm しかありません。そしてケース裏面ですけれども、真ん中に書かれているのはこのモデルの名称サントス・デュモン、その名前の由来になった飛行家アルベルト・サントス・デュモンのサインです。このサントス・デュモンという時計は20世紀初頭に活躍した飛行家アルベルト・サントス・デュモンから当時のカルティエの当主3代目ルイ・カルティエに飛行中につけられる腕時計をという注文をしたことで作られました。サントス・デュモンという方は飛行家でもあったんですけれども、伊達男としても知られていた人物ですごくおしゃれな方だったんですね。なのでそのオーダーを受けた当時の当主ルイ・カルティエは懐中時計を腕に巻きつけるような武骨なものではなくて、彼のそのエレガントな服装に合わせてこのような薄くエレガントな時計を作ったわけです。で、あとこのブレスレットですね。どうですか、この輝き、きらめき。そして滑らかすぎるこの動き。これすごい細かいコマが連結してこのようなブレスレットになってるんですけど、コマの厚みなんと 1.15mm しかありません。それを394個連ねてこのようなブレスレットに仕立て上げております。
ジュエラーとして長年積み重ねてきた技術の結晶ともいえるブレスレット。ほんときらめきすごいんですよね。また金属表面の仕上げもそれぞれ場所によって変わっておりまして、ミドルケース、サイド部分と表側はサテン仕上げ、その間細く面取りが施されている部分はポリッシュ仕上げになっています。そしてベゼル部分はポリッシュ仕上げです。8箇所ビスで止まっているデザインは初代から続くサントスのデザインコードの一つ。ブレスレットは全面ポリッシュ仕上げになっております。サイドもご覧のようにポリッシュ仕上げです。かと思うと裏面はですね、サテン仕上げになってるんですよね。ここもジュエラーカルティエのノウハウが詰まった部分になると思うんですが、裏面までポリッシュにしてしまうと手首肌に密着しすぎてしまって、実はつけ心地っていうところに大きく影響してきます。ペタッと貼り付くのが嫌っていう方多いですからね。なので裏面はこのようにサテン仕上げにすることによって肌触りを良くしているわけですね。またコマ一つ一つ本当に細かいですけれども、うっすらと面取りが施されております。こちらも腕へのあたり角がないようにということで、このように本当にわずかですけれども、この面取りがあるかないかで肌への触り心地全然変わってきます。細かいところまで抜かりがない時計です。こちらのブレスレットは1920年代に作られた同社のメタルブレスレットに着想を得て作られたそうです。そしてバックル両開きタイプになっております。閉じたところには特に金具塔がないので、このように閉じてしまうとどこが継ぎ目なのかがわからないくらいピタッと止まるのと、金具塔が見えなくなるというところも素晴らしい。バックルのパーツもすごく薄くできているので、締めた状態でブレスレットの後ろから見るとこれくらいコンパクトに収まっております。これだけ薄いので手首につけた際、そこだけが浮いてしまうという心配もありません。ではちょっと重さを確かめるためだけに手首に乗せさせていただきたいと思います。手袋のまま失礼します。着用画像等は後ほどハチさんのインタビュー動画の方で撮らせていただきますので、ここでは重さとか質感のみお伝えできたらいいなと思います。18金ゴールド製の時計ですけれども、全体的に作りが薄いのでめちゃくちゃ重いという感じではないです。このブレスレット本当にいいですね。めちゃくちゃまとわりつく感じしますよ。密着感がすごい。この着用感は癖になるでしょうね。もともとサントス・ドゥ・カルティエというブレスレットのタイプのモデルあるんですけど、あれもつけ心地いいんですけど、これはまたちょっと別の感覚になってきますね。時計というかもう本当にジュエリーの感じです。素晴らしい。では最後スペックをお伝えしていきます。こちら正式名称はカルティエサントス・デュモン、リファレンスナンバーは GRWGSA0123、ケースブレスレットの素材は18金イエローゴールド、ケースのサイズは縦が 43.5mm、 横が 31.4mm、 厚さが 7.3mm、 防水性能は日常生活防水です。文字盤はオブシディアンダイヤル、メキシコ産の天然のオブシディアンが使われています。文字盤用に 0.3mm の厚さにカットし、丹念にブラッシュ仕上げを施すことでこのような表情に仕立て上げられています。搭載されているムーブメントは手巻きキャリバー 430MC、 秒針を持たないミシン設計です。はい、といったところで本日はカルティエサントス・デュモン2026年の新作イエローゴールドモデル、オブシディアンダイヤル、そしてブレスレットを装備したモデルご紹介してきました。ご購入されたハツさん本当におめでとうございます。本人のインタビューはまた別の動画で公開いたします。そして冒頭お見せしたもう一つの方の袋、あちらの開封動画は明日アップされますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。